体の流れ、それから歩幅感覚、手の内の滑りによる脱力、そうしたものをまとめて取り入れた、移動稽古というのがあります。今回それをやってみたいと思います。移動の「移」という字は委ねるという字です。委ねて動くことが大事になります。はい、いくつか動きましたが、手の動きに足が追従していく感じですね。手を滑らせて頭上に持ってきます。こうですね、後ろから見たらここからここに持ってきます。これ止めないとですね。この時に足は足で行こうとしてしまっては委ねて動くことになりませんので、良くない動きというのはこういうふうに手の張り、体側部の張りがまだないのに足は足で行こうとしてしまう、つまり流れてない動きなんですね。別々に動いて別々のままに終わると。そうではなくて、この移動傾向で学ぶものは、その一致感覚を養うことですので、基本的には手が先に動くことが多いんです。手が先に動いて、それに体のつながりですよね、それが流れということになるんですが、それに任せて、この場合前に行く場合は引っ張られて動くと、こういうことになります。でその時に手の内を滑らせることで肩が出るんですよね。肩が出ていく。これが手の内が硬いと、そこで止まってしまいますので、肩の動きは止まります。ここで止まってしまいます。そうなりますと、今この時は左半身ですが、左半身から右半身に体が転じる。その時に転じる時に肩が前に出ますので、それに体が転じるその半身から半身の切り替えに足が出ていくんですね、自然と。それを促している一番最初の流れのもとは手の内の滑りにあります。これが重要です。この肩に引かれてスーッと出た肩に引っ張られるように足が出ていくと。でこれは委ねて動いてるんですが、後ろに下がる場合も同じなんですよね。足で行こうとせずに同じように手の動きが入っていくんですが、今度は肩に押されるようにして後ろに下がっていく。でこの肩に引かれる場合と肩に押される場合の動きの違いは何なのかということになりますが、これは私自身としましては特に変わりはないんですよね。同じようにやってるんですが、前に行ったり後ろに行ったりする。ただそこに違うのは、前に行くという思い、後ろに行くという思いがあるだけで自然とそのようになる。これはやっていただくと確かにそうだなということになるかと思います。前に行く場合、後ろに行く場合は重心なのかなと思ったんですが、例えば前に行くときに前重心ですと確かに気がつかない。ですがこれを後ろ重心でやっても
逆に後ろに下がる場合前重心でやってみますと、おそらくはその押されるのを待つ、引かれるのを待つ、その待ち方の違いだと思いますね。はい、それでまあ主に3種類、あります。持ち手はこうですね。下からの円なのでこれは下円と言います。下の円と書いて下円。そしてもう一つは、持ち手は今度は下円の場合はこうですが、上円の場合はいわゆる月の持ち手になります。今度は上からの円です。これが上円。でもう一つがこの上円の手のままでいいです。今度は平になっていきますので平円と言います。平の円と書いて平円。はい、まあこの時その手の滑り、それによって肩が引かれる、または肩に押されて下がるという動きがありますので、それとあとは歩幅感覚が、どうしても狭くなってしまう人、広くなりすぎてしまう人、後ろ足で床を蹴ってしまう人、それからすぐに膝が伸びてしまう、膝がピンと伸びてしまう癖のある人、そういう人にとってはこの委ねて動く移動稽古というのは自分の一歩一足、その歩幅を身につけるためには非常に得られやすい、身につけなきゃいけないものを得られやすい稽古法だと思います。足元ちょっと取っててください。でこれは面白いのはその膝が曲がってると委ねられないんですよね。どこかでブレーキがかかる。膝が曲がっていますと出る、下がるときもそうね、膝が曲がっているとちょっと動くんですが、これ膝ピンとね伸ばしておきますと止まるんですよね。後ろの時もそう。もうこの股関節なのかこの鼠径部のあたりなのか全然そこでもう流れてくれないとなりますので、ですからその手から動いて足がスッと追従して動くには膝の曲がりというのは必須なので、まあそうした意味でこの移動稽古で、もう考えなくてもそれは当然だよねっていう体にしておく必要があるのかなと思います。はい、まあ興味のある方はぜひやってみられるとよろしいかと思います。